こんにちは、ニコイチ夫婦のベックです。今日は最近購入したものを含めてリビングのルームツアーをしたいと思います。我が家は 1LDK の賃貸で、リビングの広さは約6畳です。決して広くはない空間ですが、コンパクトに居心地よく暮らすことが僕たち夫婦のテーマです。模様替えをしたり、新たに観葉植物を加えたりしたので、そのあたりもご紹介できたらと思います。まずは新しくやってきたサボテンです。これは近くの園芸店で購入しました。以前の動画でもお話ししましたが、僕たちはサボテンを育てるのがすごく苦手です。ですが、これを見つけて不揃いの高さのサボテンが2つ並んでいる姿がとても可愛らしかったので、頑張って育てようと決心して購入しました。夏場は週に1度の水やりでいいそうです。剪定したモンステラの葉を瓶に入れて飾っています。前回これをやってみたら意外と長持ちしたので、今回も剪定後に飾ってみました。瓶は旅先の花屋さんで見つけたものです。同じ旅先で見つけた民芸品のトレイに妻のピアス類が置いてあります。リンゴ箱を収納代わりに使っています。このランプはキャンプ用として使っていますが、見た目が可愛いのとプロジェクターで映画を見るときに足元を照らすように使っています。雑誌はカーサブルータスがお気に入りで、気になった表紙のものがあれば購入して読んでいます。リンゴ箱のお隣は収納棚です。もともとテレビ台として DIY で作ったものなんですけれど、今回は観葉植物の飾り台として飾ってみました。足以外の木材はホームセンターで木材を購入して夫婦で作りました。今も壊れることなく使えています。右側は僕の引き出しで、左側が妻の引き出しです。気づくとごちゃごちゃになっているので、ここもトレイを活用して間仕切りした方が良さそうですね。天板の模様は彫刻刀で手彫りしたものです。キュッケは北欧の言葉で、まったりとかほっこりとか居心地の良い空間を表す言葉だそうです。我が家のチャンネル名はこの言葉を知ったことがきっかけで、北欧のような居心地の良い空間にしたいと思って北欧暮らしと名付けました。念のため言うと日本在住です。フィカスウンベラータは今年思い切った剪定をしましたが、あっという間に成長してきました。上の方が枝分かれして考えた方向に伸びてきてくれるといいなと思います。我が家はカーテンではなくニトリのロールスクリーンを使っています。住み始めた頃はレースとカーテンを使っていたのですが、どうしても圧迫感が気になってしまって、すっきりと下ろせるロールカーテンに変更しました。横の縞模様になっていて、間から光や風を通すことができて、カーテンとレース両方の機能があります。窓を開けてスクリーンを下ろしても風が通るので涼しいですね。ペンダントライトは楽天で購入したものです。黒のラッパ型が気に入っています。こちらはニーチェア X ロッキングというデザイナーズチェアです。我が家は今のところソファーは持たずに、この椅子でくつろいでいます。椅子の中ではやや値段が高いかもしれませんが、狭い空間の中では最高に使える椅子です。読書をする時のちょっとした揺れがすごく気持ちいいんですよね。半年ほど使っていますが、布地もよれたり伸びたりせず、購入当初と同じ感覚で使えています。この椅子はさっと折りたたむことができて、自立してくれるのも気に入っています。特にラグの掃除をしたいときはすぐに掃除に取り掛かることができます。本棚はオマージュという商品を使っています。奥行きが短く、とてもスリムな本棚です。本だけではなく置物や植物を飾って楽しんでいます。
最近迎え入れたのがこのホヤコンパクタです。視聴者さんからおすすめの観葉植物を教えていただいたことがきっかけで、こちらの植物と出会うことができました。見たことがない奇妙な形をしていて、そこがすごく気に入っています。IKEA のシンプルな鉢カバーに入れていますが、個性の強い柄の鉢に入れても仲良くしてくれそうな気がします。これは最近購入したプロジェクターです。これで映画を見るのが楽しみで、ついつい夜更かししてしまいます。新しくヴィンテージ風のラグも取り入れてみました。これは以前にルームツアーの動画を掲載いただいたトコライフさんのサイトから購入して、本棚の前に置いて使っています。赤やオレンジの暖色系の配色なので、ちょっと暑い季節にどうかなと思っていたんですけれど、暑苦しいこともなく、むしろ部屋の抜け感が出ていい感じな柄です。部屋のコーナーにはイサム・ノグチの明かりを置いています。近くで見ても遠くで見てもかっこいい形状で、特に夜の雰囲気をぐっと良くしてくれます。シェードが和紙なので、ぶつけたり挟んだりしてしまうと破れてしまいそうなので、そこだけは注意しています。こちらのテレビ台は奏で物の木製ベンチです。模様替えの前までミドルテーブルとして使っていました。その前はベンチとして使っていたので、改めてこのテーブルの万能さを知りました。作りも丁寧で値段もそこまで高くないので、6畳のリビングではそういった兼用できるものが一つあると模様替えの選択肢が増えるので、これは僕らにとって良い買い物だったなと感じています。その隣は IKEA のフロアライトです。部屋の全体を見た時にパッと目に入るし、ゴールドの支柱がかっこいいですね。でも IKEA の商品は少し大きめなので、もう少し小さいものにしたいなと思っています。もしおすすめなどがあればコメントで教えていただけると嬉しいです。テレビの上に来るように、このフレボディウムブルースターをハンギングで飾っています。モンステラは自由に位置を変えながら育てています。切れ込みがあるものとないものがあるので、剪定後はどちらが生えてくるのかを楽しみにしています。せっかくなので切れ込みがある方を期待していますが、なかなかうまいこといきませんね。夕方頃になるとライトを点灯し、薄暗くなる外とライトの明かりで過ごします。 IKEA のキャンドルホルダーにキャンドルを灯して仕事終わりの余韻に浸ります。いかがでしたでしょうか。また季節の変わり目になったらルームツアーをしたいと思いますので、この動画がご評価いただけたら大変嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。